グラブルショーケースリンクパート2スタートです。イエイ。この番組は発売を目前に控えたグランブルーファンタジーリリンクのこれまでの情報のおさらいとゲームの中身がこれまで以上にわかる実機プレイを交えた紹介、やり込み要素などこれまでで最も濃い内容をお届けしてまいります。最後には最新情報もありますのでぜひ最後までご視聴ください。本日 MC を務めるのはグランブルーファンタジーリリンクでシェロカルトを演じております加藤エミリです。よろしくお願いいたします。さあそしてリリンクの主人公グラン、そしてランスロットを演じています小野祐樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そしてはい、グランブルーファンタジーリリンクゼネラルディレクターの福原哲也です。今日はよろしくお願いします。お願いいたします。そしてはい、グランブルーファンタジーリリンクで開発ディレクターを務めております梶康之です。今日は、ゲームの細かい仕様など、いろいろとお伝えできればと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。というわけでまずは本日のお品書きのご紹介になります。はい、こちらですね、本日のお品書きグランブルーファンタジーとはゲームプレイウォークスルー、開発チームで挑むマルチクエスト、その他お知らせということで、いろいろ盛りだくさんな内容となっておりますけれども、小野優気になる項目ありますか？開発チームで挑むっていうのね、そうなのよ。これですよね。ね、なんか以前はね私たちで挑戦させていただきましたけれども、任せておけんってことですかこれは。今までお見せできてなかった部分、ちょっと、発売前なんでそうですね出せればなと思ってるんで、はい、頑張りたいと思います。これちょっと楽しみにしたいなと。本当他にもねこうウォークスルーとかもね、いろいろとやっぱりね気になるなっていうところもありますけれども、はい、ではじゃあ最初のご紹介参りたいと思います。グランブルーファンタジーとはのご紹介です。ということでまずはじめになんですけれども、こちらの番組が、前回配信時にかなり海外のコンシューマーゲームのファンの方にも注目を浴びていたそうで、こちらのコーナーでは原作のグラブルをあまり知らないけどリリンクには興味あるという方に向けてサクッと原作グラブルに関してご紹介できればなと思っております。上がったところによると前回全体の3割ぐらいが海外からの視聴者の方だったっていうね。すごい、本当に世界的に注目を浴びて期待な作品ということですね。はい、では改めて原作グラブルについてご紹介できればと思います。こちらのコーナー福原さんからお願いしたいと思います。はい、じゃあサクッといきたいと思います。グランブルーファンタジーとはさまざまな文化を持った島々が浮かぶ空の世界を冒険するモバイル RPG です。空の果てにたどり着いたという父の手紙をきっかけに伝説の地イスタルチアを目指し少年少女が旅に出てというところから原作の物語が始まります。そんな気がする。そうだった気がする。そうよ、いろいろ冒険の中でいろんな展開がありすぎて。そうですよね。そうでした。手紙がきっかけでした。イスタなんとかを目指してるんですよね。そうです。そうでした。実は目指して忘れちゃった。大事なところですね。ないですこれは。でゲーム自体はですね、2014年3月にリリースされており、今年3月には10周年を迎えます。非常にありがたいことです。10年続いているっていうことで、キャラクターであったりとかストーリーは膨大にあるんですが、リリンクはそこを前提知識とせずとも十分に楽しんでいただけるよう作ってますので、そのあたりは特に気にせず遊んでいただきたいなとは思ってます。とはいえメインとなるキャラクターたちは同じではあるので、彼らのことをちょっと知っておいていただけるとよりスムーズに楽しめるものになるのは、間違いないので、こちらも簡単にご紹介いたします。お願いします。まずは主人公です。原作と同じくプレイヤーは見た目を自由に選択できます。デフォルトネームとしてグラン、ジータとありますが、こちらも自由に変更することもできます。主人公は旅の仲間を率いるキクーダの団長として仲間たちを引っ張っていく存在です。こちらはルリアとビー、2人とも主人公の大切なパートナーです。ルリアは主人公と命を共有しており、聖少獣という存在を召喚する力を有しています。B は主人公が幼い頃から共に過ごしてきたドラゴンで、唯一無二の親友です。ルリアと B はバトルには参加できませんが、こちらの5人の仲間が主人公と共に戦ってくれます。どのキャラクターもいろいろな背景を背負っており、主人公の旅に同行してくれています。この他にも十数人のバトルメンバーが仲間となりますが、その全員をプレイヤーが操作することができます。
ルリアや彼らとの出会い、初めの旅立ちのきっかけなどは原作のストーリーをなぞる形でテレビアニメのシーズン1でも描かれています。これを知らなくても、さっきも申し上げた通りリリンク十分に楽しめるんですが、アニメの第1話と第2話くらいまででも見ていただけると、グラブルの世界について手軽に知ることができるので、そうですね、個人的には非常におすすめですと言わせてください。よかったらこの放送が終わった後にチェックしてみてください。そうですね、やっぱりなんか気になるのはどうしてこうルリアと、ね、主人公が命を共有しているのかっていうところでね、そうですね、この1話2話で描かれているので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。また先月にプレイステーション5、プレイステーション4、Steam にて対戦格闘ゲームグランブルーファンタジー VS ライジングが発売されたばかりです。海外ですと最近はバーサスからグラブルを知ってくださったっていう方も多いようで、もしかしたらこちらの方が馴染みがあるっていう方も少なくないかもしれません。なるほど。登場キャラクターもリリンクと共通の部分あるので、合わせてチェックしてみてください。こちら無料でも遊べます。福原さんありがとうございました。サクッとね原作グラブルについてご紹介いただいたところで、ここからいよいよグランブルファンタジーリリンクについてご紹介していきたいと思います。前回のショーケースパート1の時点でかなり盛りだくさんだったんですけれども、今回どんな情報が出てくるのか楽しみですね。まずは、軽くゲームの概要を、おさらいしつつ、その後にゲーム内容についてカジと一緒にご紹介できればなと思ってます。お願いします。実機プレイも交えてとのことなんですけど、我々ね前回やらせていただいた中ではあるんですけど、今回さらに広い範囲で見せていただけるということですよね。かもしれません。だってね、もうスタッフさん開発スタッフさんたちだから、そうですよ、もう慣れたプレイをきっと見せていただけるのかと私は期待してます。弱気な感じが逆にプレッシャーが。本当ですか。楽しみです。これ勝負どころですからね。ぜひちょっとね、挑戦ですから、ぜひちょっとプレッシャーかけつつみたいななっちゃうんですね。よろしくお願いします。お願いします。では概要から参りたいと思います。グランブルファンタジーリリンクですが、ゲームジャンルはアクション RPG となります。20名近く登場するキャラクターすべてで異なるアクション体験が楽しめるというところが最大の特徴になるかと思います。ゲームはシングルプレイのほか、最大4人マルチプレイでの共闘も可能です。基本はシングルプレイでの遊びがメインとなっているので、マルチじゃないと楽しめないというわけではないので、ご安心ください。プレイステーション5、4、Steam にて2024年2月1日発売予定となっています。冒険の舞台はもちろん空の世界。広大な空の世界の一角、ゼーガグランデ空域と呼ばれる地で物語が始まります。リリンク独自の空域ということで、原作を知らない方でもすっと物語に入り込んでいただけるかと思います。ストーリーを進めていくのがメインの遊び方にはなりますが、マルチプレイが楽しめるクエストやキャラクターの育成、収集要素などなどやり込み要素もふんだんに盛り込まれています。さらにアシストモードという機能もありまして、アクション操作が苦手な方でもこれらの要素を存分に楽しんでいただけるようになっています。アクションが苦手な人ほどキャラクターをかっこよく動かせる爽快感の魅力に気づきやすいかと思うので、ぜひプレイしてみてほしいと思ってます。すべての部分にサイゲームスのこだわりが詰まってますので、どうぞご期待ください。福原さんありがとうございました。ゆいかがでしたか。やり込み要素がねたくさんあるっていうのはすごい楽しみなんですけれども、あれですよね、アクションが苦手な方でも結構ね楽しみやすいっていう部分が、注目の部分でもあると思うんですけど、その内容も含めてねまだまだ気になる部分がありますよね。本当に。ので、ここからはゲームプレイウォークスルーということで、実機プレイにて詳細をご紹介できればと思います。やったこれまでは私有版含めクエストとしてのバトル部分をメインでお見せしてきたんですけども、今回メインモードとなるそのストーリー部分ですかね、進め方であったりとかそういう部分ちょっとお見せできればなと思ってます。ここはカジに操作してもらって、僕がちょっと解説とか紹介していければなと思ってます。よろしくお願いいたします。改めましてディレクターのカジです。これから、プレイしていきますが、細かいところ気になるところあればいろいろとお伝えいただければと思います。メインストーリーではいろいろなマップを進みながらゲームを進行していきます。
今回はある目的からダリ島と呼ばれる砂漠の島を訪れているシーンをお見せしてます。ほぼネタバレにならない部分となっているのでご安心してご覧ください。安心。安よかっ心安心だし、もうグラン君の後ろ姿にもうキュンとしてる私。た早くもはい、うんかっこいい後ろ姿なかなか見られないですよね。ね。確かに原作だとあんまりないです。うん、しかもね、こう今回リリンクの新衣装なんで、うんうん、また P 君の動きがいいんだよ。可愛いですね。みんなの髪とかマントのなびき方もすごくやっぱいいですね。ここすごい広いマップなんですけど、お題。すごい。これ全部歩けるんですか？大体。砂になってる部分は大体歩ける。へえ。グリーン気になりますね。グリーン行ってみますか。はい。すごい。便利なやつです。マップが広いからの配慮。そうですね。他のみんなもちゃんとついてくる。ねえ。すごい。これトレジャーもマップに落ちてたりする。お集めて、強化だったりに使えるやつですね。今俺の声した何かに使えるかもみたいな。言ってましたね。すげえリリンクから俺の声がする。すげえ。祈り場って何でしょう？祈り場がセーブポイント的なものなんですけど、シェロちゃんが出てきて、本当だ。神出鬼没だ。わあ。どこにでも来てくれます。シェロが祈り場さえあれば。あとアイテム使い切ったりとかした時のアイテムが補給されたりします。そうなんだ。すごい。優しい。優しい。なんでメインストーリー中これを見つけるとここにアクセスするといいことが。今まで以上にシェロちゃんを好きになりそうですね。ね。回復薬これ。進みますか。はい、お願いします。なんかちょっと意味ありげな空間ですけど。知らないキャラクターが喋ってますね。確かにそうですね。どういう人物かはちょっと製品版を楽しみにしていきたいんですけど。ネタバレあれないんじゃないですか？ネタバレでは誰かわかんないんで。なるほど。今床の封印を解こうとしてるんで、その目的に沿ってこのマップを探索するっていうシーンなんですけど、敵ラウンドウルフ。それもいけないですね。いっちゃう。なんかえらいことになってるぞ。マップ上で敵が点在してるんで、自由に戦えるんですけど、なんかすごい落ちてくる。今レベルが上がった。最後も。でレベルが上がると今 MSP というものが手に入ったんですが、このキャラクター強化というもので MSP を消費してキャラクターを自由に強化していくことができます。MSP は何の略なんですか？マスタリーポイントですね。でクリティカル確率が上昇すると。この分岐はどっちに行っても最終的に全部開放できるようになってたりするんですか？そうですね。最終的には全部できるんですけど、途中でちょっとルートが分かれてたりするんで、今すぐ欲しい強化とかを見つけたらそっちのルート行ってみようかなとか。なるほど。こうやってアビリティを覚えることもできるので、重要な要素ですね。でこれ今覚えます？そうですね。ちなみにこの1個ずつ解放していくこともできますが、先の方のやつを選ぶとすごい一気に、MSP が溜まっていれば一気に解放することもできます。その分岐のところで1個先に解放しておけばその分岐のたどって解放できるってことですか？そうですね。自由に、そこまでのいいルートを自動で選択して、解放してくれることができます。
なんか今、うん、アビリティ習得したので、はいセットすることもできます。今はドライブバースト。そうですね、ドライブバーストを覚えましたね。レイジと入れ替えてみましょう。これ蹴り技です。そうですね。うんバーサスのあー、技もちょっと飛び蹴りのやつ、押し込むっつって、そうですね。これスタン値が高いので敵をスタンさせやあー、なるほど。これ結構使いやすくて強いんで僕は好きですけど、すぐリンクアタックできるんで、そういう要素もはいいですよね。あ、今のすぐ使えますね。セットしてすぐ使えます。あからさまにいるやつボスっぽいやつの方に。お、なんだろう、調べてみようか。結構敵の動きとかもそのマップの景観とか環境に合わせて魔物の生活感というか自然な感じを出すよ、結構こだわってる部分ですね。ただそこにいるだけじゃなく、はい生きてるっていうことも評価そうですね。日焼けしちゃいそう。強い日差しはレディの天敵よね。これはあれですね、ミニゲーム的なやつ。ミニゲーム、ひょい、結構探索要素がいろいろ。これは宝箱隠されたものがあって、これに触れるとミラージュストーンっていうのが出現して、一定時間以内に集めることができたら、レアなアイテムが手に入るっていうやつです。これ集めるの結構難しいので、あら、本当だ。あ、もう全速力だ。経過知らないといけないです。そうです。もうある程度こうルートを把握した上で最速の道を。ゴブリンが寝てる。あ、このミニゲーム中は敵は襲ってこないんですか？いや、襲ってきます。襲ってこない。今はたまたま。難なくいけた。いけました。あー、すごい。金箱だ。なかなか。これで今ボークンっていうのが手に入ったんですが、これ装備品ですね。ジールのやつですね。今手に入れたのがこのボークンってやつですけれども、これはスキルの詳細確認していくと、うわ、暴君だ。HP 減っちゃうやつじゃないですか。そうなんです。攻撃力 HP が減るんですが攻撃力がすごく上がるので、なんかこうスキルとかもやっぱりね、原作のグラブルに馴染み深いものがあるんですね。そうですね、結構なんだろう、にやりとできる部分としては入ってますね。いろいろとスキルも用意されてますね。うわ、いろんな組み合わせありそうですね、これは。ゲームが進むとこのスキルつけれる、ジーンのスロットの数がどんどん増えていくんで、カスタマイズの幅がどんどん広がっていくって感じですね。なるほど。やり込み要素の一つ。そうですね。人によって結構その何を特化させるかとか、かわすのがなんか苦手な人はその回避強化したり、逆にガードの方を強化したりとかっていうカバーの仕方もできるかなとは思います。いや、エフェクトもかっこいいですね。ねえ。じゃあさっき見えてたボスの方。エフェクトは一生ブラッシュアップしてて、そうです。最近まで多分私有版ともちょっと違う部分があるから。うわ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 。覚えたドライブバースト。なんかやっぱ飛んでるやつはラカムとイオが活躍してくれそう。遠距離攻撃やっぱできないとなかなか降りてこない。おお、すごい。にも攻撃のあら、なんかやられた。あれちょっと戦闘不能になった。カイさん大丈夫です。いや、カイさん大丈夫です。戦闘不能になってもすぐゲームオーバーになるわけじゃない。あ、なるほど。そういう説明を。そうです。そのためにあえてという。あえて。なるほど、よくできてる。なるほどね。あえてです。あえて、かなり今ちょっと
手に汗が手に汗握る戦いをこんな最序盤で大丈夫ですか？大丈夫です。でも想像以上にグリフォンが強くてびっくりした。グリフォンですよ。ねグリフォンですよっていうのはあれですけども、クライシスゲージ。はい、誰かが瀕死状態になってると、クライシスゲージというものが出て、このゲージがゼロになるとゲームオーバーします。あら。ただ瀕死の仲間を復活させてあげると、今NPC の方に残してもらってるんですが、 NPC の方にありがとう。そうすると、ゲームオーバー回避できるので、よかったよかった。一定時間内に起こしてもらえると、ゲームオーバーを回避することができます。察しの悪い NPC だとちょっとゲームオーバーね。NPC も賢く作られている。よかった。ちゃんと生きた仲間と旅している感じっていうのを大事に作ってますので。よかった。血の通っている NPC。そうですね。よかった。うわ、オーバードライブ中だ。怖いよ。オーバードライブ中に避けるのに。あれちょっとなんか大丈夫です。まだ蘇生薬というものが蘇生薬がね今回は。これを使うとみんなすぐになるほど。ただ蘇生薬は1個しか持ってないので、あれこれはもしかして使っちゃうとイオが祈り場で補給しに行って、なるほど。ちょっと強い相手だとこういう風になったりするんですが、そういうわけで倒しましたっていうところで、もうゴリ押しと決めたらしい。レベルも上がって決まった感あっていいですね。スローモーションエフェクトという感じで倒していきます。でこの矢印がついてるところがストーリーの目的地になるので、これは鍵を起動していきます。光が流れてる。入り口のモットー。これ戦闘中にもここ立ってると開けれたりするんですけど、まずは倒しましたっていう感じですね。戦闘中に開けたでなんかそれ専用のリアクションというか会話が起きたりはします。すげえ。よしよし、あとちょいだ。これで鍵が起動しましたね。今グリフォンで、倒した時にちょっと素材取ってたんで、それ使えないかなんか見てみますか。グリフォンの羽ですね。手に入れましたね。これを使ってじゃあ祈り場に行くと鍛冶屋も使えますので、武器を強化してみましょう。鍛冶屋は町だと専用の施設があるんですけど、ストーリー進行中、こういうマップ上だとシェロちゃんが全部やってくれます。すごい。すごい。これ今エオスブレードのレベルが30分の30になっていると思う。マックスだ。こうなると上限解放しないといけないですね。グリフォン上限解放するとさらにレベルを上げることができるんですが、今グリフォンの羽は手に入れたんですが、マテリアルというのが足りない。でこの足りないアイテムっていうのをトレジャーに登録することができまして、目標数とか設定して、原作でいうお気に入り登録ができるってことですね。同じ感じのやつです。これ今1個足りないので1個登録しておきます。そうするとこの虫眼鏡アイコンがつきます。じゃあこのマテリアルを手に入れたい、取りに行きますか。そうですね。マテリアルを取りに行くには一旦町に戻ってクエストに行くっていう流れを見ていきたいと思います。メインストーリー中はいつでも町に戻ることができますので、親切な。本当。で町に戻った後もメインストーリーには続きからスタートできます、ので安心して町に戻ってみましょう。ちょっと敵が強いなとかグリフォンでなんかすごい死ぬなって思ったら
町に戻って、強化する余地があればしてもらうと結構変わったりするんで、なるほど。遠慮なく戻ってもらっていいかなと思います。うわー、街もすごいっすね。ここの街初めて見ました。そうですね、新しい街ですね。まだPV でチラチラ映ってるぐらいですね。歩き回っている映像は初めてじゃないですかね。わあ、緑がいっぱいで素敵ですね。行きたい、ここ。いいなー。すごい。大きい建物もすごい気になりますね。でさっきのアイテム取りに来たので、クエストの方を受けていきたいと思います。マテリアル狙いですよね。こんにちは。あら。でトレジャー登録を行っていると、クエストカウンターでそのアイテムが取れるクエストを絞り込むことができます。便利。ありがたい。なんかどれが出るんだろうって分かんなかったりしますもんね。そうですね。いろいろとクエストの選択方法はあるんですけれども、ボスのクエストであったりとか、連続バトルであったりとか、ジャンルからジャンルから選ぶこともできますし、難易度から選ぶこともできます。うわー、ありがたい。じゃあもう自分の得意なジャンルでアイテムを集めることができる。そうですね。カテゴリーごとになんか入手できるアイテムの種類とかボリュームも違うんで、これが足りないなって思ったらそこから相当してみたりとかもできるようになってます。ではここでさっき、トレジャーに登録したマテリアルを選んで検索してみたいと思います。はい。これらからどれでも取れますよ。しかもクエストクリア報酬も。そうですね。これだとクエストの初回クリア報酬にマテリアルが必ずもらえるという風になってますので、このクエストを行ってみましょうかね。はい、じゃあ、このクエストを受けてみたいと思います。クエストを受注しますね。ストーンダイルの討伐が目的なんですね。そうですね。このクエストはストーンダイル1体を倒すクエストですね。父さんが心配なんだ。ねえ、絶対危機じゃないですか。すごく心配。クエスト一つ一つにもストーリーが描かれたりするので、ここも見ていただけるといいかなと思います。では実際にクエストに出発します。お願いします。そう、このね出発のところもいいんだよな。もう冒険に出るぞっていう感じがね。ジャスト回避してほしい。頑張ります。そろそろ。頑張ります。あれ、こいつってこんな強そうでしたっけ？なんかしかも硬そうだから大変そう。うわー、怖っ。このクエストは先のグリフォンたちよりもだいぶ難易度が低いクエストになってるので、かなりサクッと倒せます。これは余裕そう。余裕ですね。これは死ぬのがやばいです。来るぞ。いける。来た。ガードしてる。これジャスト回避。おお、これだ。いいっすね。そしてダウンも奪って。レグ。よしよし。ジャスト回避。ジャストには長かったです。でもちゃんとね回避して。決まった。これはイオ強い。ランクの低いクエストだとこんな感じでサクッと倒せますので、素材も手に入れやすいやつから手に入れにくいやつまで結構いろいろあります。なるほど。これなんだろう。いい感じだ。いや、めちゃくちゃ強そうな動きでしたけれどもね、きっちり倒していきましたね。これでマテリアルが
まあ、1個かな、初回報酬なのでこの次か。 NPC に MVP をあらカタリナさんでも S++おおおーマテリアルあ初回報酬でできた目当てのものねゲットできたんではい、ここでトレジャーを解除しときましょうか、登録を。はい、いや便利ですねこの設定本当結構ね毎日ちゃんとこうプレイできればいいけどよ、忙しくて手つけらんなくて自分が何集めようとしてたんだっけって忘れがちなんでこう忘れますね。これでさっき手に入れたマテリアルを使って上限解放ができる。おさらに強くできるわけですねはい、おーレベル50まで上げれるようになりました。いや星が6段階あるんですよねいや私も気になってました。うん段階が結構あるなって。これはおいけるか。いけますね、アイテムが。でここでお任せ強化っていうのもできて、最適な数を自動で選択してくれることへえいろいろと便利な機能があります。うんこういうお知らせもしてくれます。そうですね今回は超過しますが、強化してみます。はい、おおまたこれで10面までいったおーかなり強くなる。うわちょっと足んない。次は足りないですね。これはもっとストーリーを進めたり上位のクエストに行ったりして、どんどん強化していく感じになります。上位素材感ありますもんねね名前に、ねハイマテリアルですね。で武器強化以外にも武器の作成っていうもので強い武器をバッと作っちゃうこともできます。うんこれも素材が必要ではあるんですけれども、イオのこのジェズルという武器、作れそうなので作っちゃいますね。はいああできた装備しておきます。でさらに強化もできますね。作成した場合今ジェズルの場合レベル40からスタートなんで、結構手持ちの武器のレベルが低い時とか新しいのを作れると、一気にキャラが強化できたりしますね。1からじゃないんですね、ありがたい。強化素材は素材でまた必要なので、で武器も一応集めていくとちょっとメリットがあったりとかはするので、武器ボーナスはキャラクター強化の中にこの武器収集ボーナスっていうのがありますね。おお収集。こちら新しい武器を手に入れた時などはジェズルの項目が解放されたり、本当だ。武器ごとにそのパッシブを解放できるんですけど、これ装備してなくても有効なので、武器いっぱい作った方がより強くなれるっていう形です。うわパッシブなんだ。これ武器のスキルの特性によって、これをジェズルはスタン値が高くなるスキルがついてる武器なんで、この武器収集ボーナスでもスタン値が増加するようになってますね。確かに集めた分だけお得というかね、どんどん強くなりますね。やっぱ結構ゲーム好きな人ってアイテムを全部集めたい人もいるから、そうです。結構かなりやり込む必要はありそうですね。やっぱ全部のスキルとかね、ボーナス欲しいってなりますもん。武器ごとにそのスキル特化とか、HP 強化みたいな特性があるんですけど、それが高レベルになるほど結構顕著になるんで、最終的になんか好きな方向性の武器装備してもらうことになるんですけど、一応武器スキン機能とかもあるから、見た目は好きなので遊んでもらって、なるべく多く武器作って、パッシブも解放してもらうみたいなのが、後半だと必要になってくるかなと思います。なるほど。あれ今サイドクエストを受けて、サイドクエストも受けたりできますね。これもクリアするとアイテムがもらえたりします。ジンとか街中ではこういう他の収集要素っていうのもあります。じゃあ武器強化できましたので、一旦
さっきのメインストーリーのステージに戻ってみましょう。はい。いや名残惜しいですけどね。ねえ、もっと街探索もね、いろいろとやってみたいけど、そのあたりは自分たちではい、ゲームゲットできた時に楽しみにしましょう。はい。メインストーリーには発着場から飛んでいけますね。メインストーリーに戻ってきましたが、先ほどグリフォン倒して光らせた床も光ったままなので、これずっと光っててくれるんですね。そうですね。先ほどの進行がセーブされている状態になってます。じゃあさっき実際に武器強化したので、一旦敵をぶん殴ってみましょう。スピード移動。さっき何ダメージですか？さっき100ぐらい出ておお、かなり上がった。今レベル20も上がったんで結構目に見えて強くはなる。こうやってどんどん強くなるんですよね。いや、ザク的アイテム全力で動いてくれますね。ねえ、本当。すげえかっこいい。というような感じでまだいた。おお。というような感じでキャラクター強化しつつ、いろいろと進んでいく感じになります。はい。でさらにですね、編成を変えるとステージ中でもキャラクターを切り替えれます。さっき武器を生成したイオちゃんも使ってみましょう。こうやってキャラクターの操作の説明も出ますね。バトル中は切り替えはできないんですけど、非戦闘中であればメンバー、この4人以外で切り替えできる。4人以外にもできる。さっきここに寝てたゴブリンを起こしますか？下の方まだ寝てる。あら、ご挨拶だ。おお。イオはチャージ魔法使いなのでダメージが大きいです。でもこういうなんか影から先制攻撃とかしたい時にはいいですね。イオとかラカムとか戦略性が上がりますね。はい、という感じでいろいろと要素をご説明しましたが、こういう感じでメインストーリーの方進んでいきます。はい、以上が、基本的なゲームの進行の仕方の紹介となります。今回派手な部分意図的に避けてたので、他のシーンだとカットシーンもたくさん入ってきますので、そちらもご期待ください。意図的に避けていたんですか？はい、ネタバレを避けた。それでも結構普通にね、見栄えのするゲーム内容だったからさらにあるってことですね。うわ今のはね、床を光らせろっていうぐらいの情報しかなかったと思う。確かに。他のシーンだと結構そうですね、カットシーン、ちょっと長めのが入ったりとかもあるんですけど、今回の部分だとほぼなかったんで、そういうのが好きな方はぜひ楽しみにしていただければなと。はい、ありがとうございます。以上ね、ゲームプレイウォークスルーでしたというところで、梶さん、福原さん、ありがとうございました。こうやってね、大体こうゲームのね進行のイメージつきましたね。いや、まだあまり全体像としてはやっぱり隠された部分もあるので見たい部分もありますけれども、言ってやっぱりこうストーリーを進めていくだけじゃなくて、さっきみたいに足りない素材があったらクエストの方見ていくっていうところも並行してやりながらやっていくっていうのがベースのイメージなのかなっていうのはなんとなくそうですね。でも今回ね、こうやってウォークスルーで見せていただいたことによって、そうやってフルアシストモードとか使うような初心者の方にもこう大体ゲームとしての流れがね、こう進行が分かったかなって思いました。というところで次のコーナー行きたいと思います。次はですね、実機コーナーでございます。開発チームで挑むマルチクエスト。これですよね。楽しみ。こちらのコーナーではですね、福原さんと梶さんに加えまして、こちらのお二人にも参加していただきます。はい、皆さんはじめまして。
グランブルーファンタジーリリンクナラティブディレクターを務めております日高と申します。よろしくお願いします。日高さんよろしくお願いいたします。そして皆さんはじめまして。グランブルーファンタジーリリンクでリードプランナーをしておりますリリンクスタッフです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、私でも初めましてな感じがしないんですけど、あらららら、以前あれライジングの時にいらっしゃいましたよね。はい、そうですね。ライジングの時は社内トーナメントの方でリリンクスタッフとして優勝させていただきました。今回はリリンクの紹介ということもありますので頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リリンクスタッフさんなのにめちゃくちゃライジング強かったんですよ。いやもうその顔面の強さしかもう入ってないなんですけれどもね、意地でもそれをやっぱり外さないという。そうですね、意地でも外さず頑張りますそれで今回のマルチクエストを挑戦するそうなので、ちょっと頑張っていただきたいなと思っておりますリリンクスタッフはライジングもうまいので、ちょっと手伝ってもらってたりします実際。おお、そうだったんですね。なるほど、なるほど。そしてこのリリンクはディレクターさんがね3人いらっしゃることなんですけれど、普段はどういうお仕事をなさってるんですか？はい、僕の方はナラティブディレクターということであまり聞き慣れないと思うんですけど、気になってました、奈良県の情報にやたら詳しい。そういう奈良にはあまり詳しくないんですけども、鹿いっぱいいるよみたいなじゃないってことですではなくて、日本語でざっくり言いますと物語ディレクターみたいなもので、開発初期だと福原と一緒に、リリンクの世界であるとか、あとはストーリーであるとか、キャラクターを作ったりで、あとは後半になってくると、キャラクターの皆さんにやっていただいた声の演技であったりとか、モーションの演技であったりとかっていうところを監修しております。おお、モーションのグラン君が剣を収めるところすごく良かったです。そうゆっくりカチッていくところがあそこめちゃくちゃ良かったです。アクションで気持ちよい上にちゃんとグラブルらしいっていうところを一生懸命みんなで作っております。なるほど。伺った結構もう骨子の部分な感じがねしたんですね。ストーリーからキャラクターからね。なのでもう3人でああでもないこうでもないといつも話し合いながら作っております。うわー、じゃあそんな皆さんとね今日は、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。というわけで2人にもご紹介いただいたところで、これだけメンバーが揃って挑むマルチクエストということなので、なんかこうちょっと特別なクエストを挑戦するということなんでしょうか？はい、そうですね。ここまでは割と触ってみて、気持ちいいアクションであったりというところを、メインでお伝えしてきたかと思うんですけれども、ここからのクエストっていうところはエンドコンテンツとしてかなり難易度の高いクエストの方を、実際に開発者4人で、プレイしてみたいと思います。いきなりエンドコンテンツ系がさっきネタバレ言ってたのにもうエンドコンテンツやっちゃうんですか？ネタバレではないんですか？エンドコンテンツが。でもなんかやっぱり触りだけ見てるとどこまで強い敵と戦えるのかなって気になってるね方はたくさんいらっしゃると思うんで、今出せる範囲の難関クエストを見れるっていうのはすごくワクワクします。ゲームの後半はこれぐらい派手になりますよっていうのが見ていただけるかなと思います。うわー、楽しみですね。あとは敵が強くなっていくとプレイヤー側の装備であったりとか編成っていう要素、どういう組み合わせがあるのかっていうところもいろいろ考えてプレイしていきますので、その辺も見ていただけるといいかなと思います。はい、では今街に4人が集まっている状態になってます。はい、なかなかの圧を感じますけどね。みんなこっち向いてくれてる。福原さんとてもいい人ってなってます。称号つけると頭に出るんですね。称号がいろいろありますね。あれついちゃうとちょっと逆にうさんくさいですね。あれとてもいい人変えようかな。福原さんがオイゲンで、僕がカジがガンダゴーザで、日高の方がカリオストロで、スタッフがジータですね。かわいい。いろいろとエモートとかいろいろコミュニケーションができます。でかいね。でかい場合当たり判定とかはどうなるのか気になったりしますけどね。大きくなってます。なってるんですか。なるほど。駆け出し効くし。駆け出しっす。あら、駆け出しになった。
なんかこう今カリオストロとかいわゆるセリフとモーションがついててすごく今キュンとしました。こんな風に動くんだってキュンとした報告。キュンとしたはい、エモートがこういろいろあるので、エモート定型文も、キャラに紐づいた音声が流れるように、スタンプとかもですね、はい。では実際に、ボスに挑んでいく前に、装備とか、キャラクター同士の連携の狙いとか、いろいろと軽く説明したいと思います。お願いします。まず装備からですね。見ていただいて分かる通り、クリムゾンフィンガーだ。キャラクターのレベルも100になってます。本当だ。うわ、なんかいっぱいついてる。すごい。わお。すごいエンドコンテンツに向けての装備になってますので、かなり強い状態になってはいます。暴君2つでどんぐらい減ってます？ HP。これめっちゃ減ってますね。スキル見てみましょうか。20%か。20%減ってます、ね。でも結構。攻撃力 40% があって、これスキルどのキャラクターも見ていきたいんですけれども、左側のアイコンで剣のマークがついているのが、攻撃力が上がるスキルになってますね。いろいろとガンダゴーザに関しては、攻撃力をめちゃくちゃ上げるスキルが偏ってついていますね。防御を捨ててますね、これは完全に。いや、すごいっすね。さっきのグリフォンみたいにならない。頑張って集中していきます。オイゲンも、攻撃力メインで、スキルがついていて、防御が上がるものも現実についていて、あとは敵から狙われにくくなるようなスキルもついてますね。これは狙撃手というかアタッカーとして戦っていこうという表れがスキルから見えますね。なるほど。でカリオストロに関しては、攻撃力もこのハートマークは HP が上がるスキルですね。で回復性能が上がってますね。回復アビリティいろいろカリオストロ覚えますので、サポート役として、立ち回ってくれるのかなという感じですね。はい。ガンダゴーザが死なないように頑張ります。ありがとうございます。すごいサポートお願いします。でジータはかなり体力防御力上げつつ、アビリティのクールタイムを減らしていて、アビリティいろいろとジータはバランスよく覚えますので、サポートも攻撃もいろいろとがっつりやっていってくれるのかなという感じになってますね。じゃあ実際にアビリティどういうふうなセットになっているのかも見ていきたいと思います。全て説明していると時間がなくなるので、特筆すべきところから見ていきたいと思いますが、ガンダゴーザ四股舞ですね。これ、敵をスローにするアビリティですね。ガンダゴーザは聖剣好きを当てていきたいキャラクターなので、敵をスローにして聖剣好きを当てていくというすごく、今回は自分勝手というか、攻撃のことしか考えてないセットになる。スローはみんなありがたいんでね、いいと思います。そうですよね。でオイゲンはパラライズバレットですかね。これは敵を麻痺させて一時動きを止めるアビリティになってます。頑張ります。あとは敵を毒にしたりとか、遠くからダメージを与えていくというキャラクターになってますね。で、カリオストロですが、先ほどもスキルで発動していた通り回復ですね。味方の HP を回復するアビリティや、先ほどグリフォンで僕は瀕死になりまくりましたけれども、仲間の瀕死を回復するアビリティなどついていますね。はい、そしてジータですが、おなじみのファランクスですね。これ味方のダメージを非ダメージをカットする効果についてます。あとはカバウですね。
これ味方がダメージを食らった時にジータがダメージを肩代わりしてくれるというようなアビリティになってます。なのでジータはかなり、パーティー全体の防御を固めていくっていうような、動きをしてくれそうなセットになってます。なるほど、というような形で今この4人が戦い方をセットしていますが、こういう感じで、エンドコンテンツのボス挑んでいきたいと思います。では実際にクエストを受けていきます。なんか本当に原作のグラブルみたいにこうジータとかこうジョブっていう概念が今回はないので、なんかそういうね立ち回りを考えた時に原作だと何のジョブの立ち回りがいいかなとか考えながらセットするのも楽しそうですね。ジータがそのアビリティの幅が結構他のキャラと比べて広いんで、なんかいろんな立ち位置にカスタマイズしやすくはなってます。準備はできてるぞ。では行きます。はい、今回戦うのは風流イールシアスです。風流、風の竜。昔、曜日クエストにいたやつです。ああ、曜日クエスト。懐かしの。懐かしい。うわ、強そう。ひえー。ああ、馴染みの曲が。さあ始まった。お、麻痺がありがたい。こう巻き返行動を線が止められるんで色をかけます。うまく巻き。麻痺とか行動不能系は何回もやるとちょっとずつ耐性はやっぱり上がっていくんだ。いやでもダメージ数がさっきのとも桁違い。桁が違う。うわー、すげえ。41万とか。ね。アナゴーザさん。危ない危ない。エンドコンテンツだからね、本当。気を抜くとやっぱり他のキャラクター。大丈夫だ。走り方かわいい。遠距離で。やばい。わあ、怖いよ。わあ、どういうのかな。あららら。パンダさんが。こういう時々だと多いゲンとかラカムみたいな遠距離系は安全なところから攻撃できるんで結構楽ですですね。確かに遠距離大事だこれ。うわ、この距離であれ食らっちゃったら緊張感がすごい。おお、強いで取って。うわ、回復がありがたい。いや、いいですね、回復。 V 破壊した。回復欲しい。ボスごとにその V 破壊できるやつもいて、こいつの場合は頭の角を壊せるって、成功すると、素材がもらえるってやつです。わあ、なんか遠距離楽しそう。うわ、いや、遠距離もすごいな。オーバードライブ。ちょいちょいなんかスタンプだったりとかコメントが左の方に出てくるけど、あれ意図的に出してるんですか？なんかアクションに応じて連動して出せる経験ができる。チェーンが乗ってるぞ。すごい。サンチェーン。うわー、いったー。さあ、いったぞ。フルチェーン。ダメージうわー。さあ。203。やばい。大技が 100%。助けて。これやばいですかな。ありがたい。やばそう。カバーもついてかばわれてるんで、食らうとリリンクスタッフがダメージを肩側。でも回復しながら。でもさすがのジータ、やっぱ防御が高いだけあって、やってもすぐ回復して。回復してくれて。ありがたい。ブレーキいった。タイム。今だ。チャンスチャンス。
タイム中は聖剣好き打ち放題。お、半分切りました。こう一気に削りましたね、リンクタイムで。さあこっからか、さらにね攻撃も激しくなってきそうな。わわわわわ、あらららら。いやー、常に風にすごいな。あ、すごい。ダウンが入った。あら、やばそう、やばそう、大丈夫。おお。やっぱ立ち回り基本的に後ろからのがいいってことですね。正面あんまり行かずにね。ガンダゴーザは特にリーチが短いんで、敵の攻撃を当たらないように。とか頭はもうおいげに任せてみたいな感じなんですね。麻痺が短い。だいぶ体勢が体勢ついてきたんですね。お、でもフルチェーンにやられるんじゃないか。大きいっちゃいますね。いますか。誰？ガンダゴーザ。あ、外した。おい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 。行きましょう。行っちゃってください。お、さあ。ドカン。おお、かっこいい。続いた。もう派手だね。おー、かっこいい。さあ。削れ。リンクタイム。あー、間に合うか。あら、ダメか。オーバード。また必殺技が。さあ、ここ山場ですよ。ケンケン。さあ、わ飛んだ、やばいやつ。やばそう。あ、またカバーをつけて。これさっきね、ジータがカバーを使ってたやつですよね。乱気流。わらび餅を出してますけど。スタンプしてたら余裕あるのか。おお。頑張るね。あ、でも避けてる。いや、あらら。これは結構。あら、どうだ。スタンプしてたら被弾してしまった。そんな。おお。やっぱり、あ、また。バーナさん。制約で起きました。でもこうやってみんなでこうリカバリーできるからいいですね。もうちょっとですね。もうちょっとだ。おお、いくか。10パーきた。スロー。ラスト5パー。これはいけるんじゃない。もう少しだ。あ、とどめは誰が。リンクスタッフさんとどめを刺したい。うまいですね、避けるのが。おお、さすが。お、大きく。聖剣好き。そしてここだ。聖剣で決めた。聖剣で決めました。すげえ。すごい綺麗に締めましたね。いやー、わあ、素晴らしい。すごい。あ、報酬もね、きっとエンドコンテンツだから豪華なね。ねいや、強かったですね。ちょっと危なげな震えながら戦ってましたけれども。エクスマテリアルみたいなやつがなんかすごそう。なんかいっぱいゲット。なんかすごそうな名前いっぱいありましたよ今。ねえ。わ売ってる祝砲を。お、かっこいい。誰があ、MVP は？やったー。これはもう HP とか守りを捨てて聖剣付けを打ちまくった結果、確かにダメージをとにかく自分のことしか考えてない。はい、うまく倒せてよかったです。いやお見事でした。まあ、こんなような楽しみ方もできるっていうのがお見せできたのかなと思います。ゲーム後半に行くほど敵の個性も増えていきます。編成次第ではいろいろな
攻略ができるようになってますので、ぜひそういった RPG 的な要素も楽しんでいただければと思います。一応属性要素もあって、今の風流だと火が弱点とかあるんですけど、原作ほどその縛りというか重要ではないので、基本的には好きなキャラクターとか好きな編成で遊んでもらえればなとは思ってます。ありがたいですね、そこは。ね、もうそうなるとね、やっぱ自分の好きなキャラクターをどんどん強くしていくことも可能ですもんね。ありがとうございます。本当に迫力のあるエンドコンテンツのを見せていただきましたけれども、小野さんいかがでしたか？かなりの攻撃とかもね、入り乱れてすごい演出だったりエフェクトだったりするんですけれども、やっぱりああいう中でもそれぞれの戦略をね立てたりとか、味方のピンチを見極めて回復をやっていったりみたいな連携のねプレーの一端をちょっと見せていただきましたので、実際プレイをね友達たちとしてみるのも楽しみですよね。私もね本当にこの強い敵早く戦ってみたいなって思ったんですけど、なんかちょっと私気になることが生まれまして、このエンドコンテンツっていうね今バトル見せていただいたんですけれども、エンドコンテンツでそのフルアシストモード使えちゃったらこれエンドコンテンツになるのかなってちょっと気になっちゃったんですけど、そのあたりってどうなんですか？フルアシストモードとアシストモードに関しては、エンドコンテンツと呼ばれるような最高難易度のクエストでは残念ながら使用できないことになっています。ただAI とかフルアシストモードを使って、プレイするよりも、人がプレイした方が、やはり、火力が出たりとか、強いことになりますので、そちらで楽しんでいっていただければなと。あと、今回お見せしたボスは本当に一部ですので、これよりも強いボスっていうのはまだまだたくさんいますので、楽しんでいただければと思っております。ありがとうございます。なるべくなら私も実力で倒したいなと思っていたところなので、フルアシストでそこまで遊ばれた方でも、あそこのクエストに至るまでが結構プレイしなくちゃいけないんで、そこに至るまでに仲間の CPU であったりとか、オンラインでやれば他の仲間たちっていうのはすごい強くなってる状態なので、そこはちょっとそこまで至ったというか、そこまでやり込んでいただけたんであればちょっと外してみて挑戦してみてほしいなとは思ってます。なるほど、ありがとうございます。ぜひチャレンジしていただければ、頑張ってキャラクター育てたいと思います。というわけで日高さん、リリンクスタッフさん、ここまでということなんですけれども、プレイヤーの皆様にぜひメッセージなどあればよろしくお願いいたします。まずでは日高さんからお願いします。じゃあナラティブディレクター的なことを申しますと、今回ご紹介させていただいたクエストというのは、あの世界の中だとゼーガグランデ空域のそこに住んでいる人たちが、困っていることを気空団に解決してほしいなというので依頼してきているというものになります。あれを、一つ一つは短いクエストなんですけど、どんどん解決していくうちに、なんて頼れる気空団なんだっていう、だんだん街の人たちのセリフとか反応とか変わっていきますし、こんな困ってるやつもこの人たちなら解決してくれるかもしれないというので、どんどん新しいクエストをみんな依頼してきてくれるようになっていくので、そのように隅々まで物語、グラブルらしさとか、壮大な物語というのを隅々まで感じられるようにスタッフ一同を作っておりますので、ぜひ、お手に取って全部を遊んでいただきたいなと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。それではリリンクスタッフさん、メッセージお願いします。そうですね、今回ディレクター陣と一緒にお見せしたもの以外にもですね、いろいろと歯ごたえのある、ボスであったりとか、あと戦い方、遊び方、もう本当にさまざまなクエストがいっぱいありますと。で、初心者にも、いろいろとアクションゲーム初心者にも向けた、コンテンツもいっぱいありますので、本当に上手い人からあんまり得意じゃないよっていう人まで本当に楽しんでいただければと。ただエンドコンテンツはですね、本当にかなりタイムアタック的な要素とかもいろいろあったりもしますので、アクションゲーム好きな人は本当に頑張って挑んでいただければなと思います。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。だから喋る時にやっぱりうまく上げないと喋れるその不自由を強いられてでもね、少し良さを伝えに来てくださった、ということで本当にありがとうございました。ありがとうございました。
すごく見応えのある映像でした。お次はお知らせコーナーです。福原さんお願いいたします。はい、細かな内容から今後のことまでいくつかお知らせしていきたいと思います。まずは改めてリリンクの商品情報について紹介させてください。改めましてグランブルーファンタジーリリンクは2024年2月1日発売となります。デジタル版はアーリーアクセスがありますので1月29日からプレイ可能となっております。よろしくお願いします。はい。そして体験版が明日配信となります。1月12日午前0時よりプレイステーションストアからダウンロード可能となる予定です。ちなみに、プレイステーション5、4版のみとなります。Steam 版はありませんので、ご了承ください。申し訳ありません。これちなみに時系列的にはこの後0時からっていうことになります。そうですね。あ、じゃあ数時間後に、ね、うわ最速でみんな遊べる人はね、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。はい、でその体験版なんですが、3つのモードが遊べるようになってまして、チュートリアルモード、ストーリーモード、クエストモードというものが用意されています。チュートリアルモードは基本操作の練習ができます。私有版遊んでいただいたことがある方も、完全に初めてプレイされる方もまず操作についてじっくり触って慣れていただけたらなと思ってます。でストーリーモードはその名の通りストーリーの序盤部分を製品版に近しい内容でプレイしていただけます。操作に慣れたらこちらのモードをプレイしてみてください。で最後にクエストモード、こちら3種類のクエストがプレイできます。でさらにマルチプレイも可能になってますんで、ぜひお友達とですね一緒にプレイしてみてほしいです。もちろんオフラインでも CPU の仲間を連れて挑戦可能です。ストーリーモードと比べて少し歯ごたえのあるバトルが楽しめるようになってますんで、ぜひ挑戦してみてください。でクエストモードはこちらのキャラクターも使用可能です。編成も少しいじれるように装備をいくつか持たせているので、いろいろ試してみてもらえたらなと思います。ランちゃんもいますね。ねジークリートさんもいる。楽しみ。掛け合いとかもねありますので、いろいろ試してみてもらえたらと、思います。気になるところ、この前回なおちゃんが使ってたフルアシストモードっていうのは使えるんですか？はい、使えます。各モードの選択時に、アシストモードを使いますかっていう選択が出るので、使っていただければと思います。よかった。それならね、アクション苦手っていう方もね、もう気軽にスタートできると思うので、ぜひちょっとねフルアシストモードでちょっとやってみようかなっていう方もね、マルチプレイ楽しんでみてほしいなと思っております。奥義合わせてみんなでチェーンしたりもできてましたもんね。いや本当にね、もう十分すぎるほどの大活躍だったんで、ぜひぜひ。そうですね、かっこいいアクションを誰でも楽しめるようにっていうので頑張って作ったので、遠慮せずに使っていってほしいですね。あとは体験版のストーリーモードとクエストモードなんですが、クリアしていただけると製品までちょっとした報酬がもらえるようになってます。発売までもう少しなんですが、存分に遊んでもらえたらと思いつつ、飽きない程度にやってもらえたらなとは思ってます。体験版なんでね、今日ねゲームプレイを見ていただいた通り、強い敵もまだまだたくさんいるんで、まずはね本当操作慣れる感覚で楽しんでいきましょう。明日から、プレイできるということなので、体験版をプレイして気に入った方はぜひそのまま製品版の購入の方もご検討ください。よろしくお願いいたします。続いて、製品版に関するお知らせです。製品版にはいくつかのエディションがあり、パッケージ通常版、デジタルのスタンダードエディションを除いたすべてのエディションにインゲームアイテムセットっていうものが付属します。こちらの内容についてご紹介させてください。インゲームアイテムセットの内容はこのようになっており、主人公の専用武器、黙示録の技研、スターターアイテムパック、キャラクターカラーパックが含まれています。主人公専用の黙示録の技研ですが、入手時から強化済みの性能となっています。ゲーム序盤を楽に進めたいという方はぜひ使ってみてください。武器スキン機能もさっき申し上げた通りありますんで、見た目が気に入ったらスキンとしても利用可能です。もうだってもう馴染みのあるスキンですよ。これもらえちゃうんかいっていう、いわゆる週末ですよね。でも技研なんで、なるほどね、ちょっと抑えられてます。スターターアイテムパックはさっきの実機プレイのところでもお見せした、キャラクター強化や武器強化に必要なアイテムです。これも序盤が楽になる系ですね。
ちなみに使わなくても詰まるようなゲームバランスにはなってないのでご安心ください。はい。あくまで楽になるっていうだけです。はい。最後にキャラクターカラーパックですが、こちらは、動画を用意してきましたのでこちらご覧ください。わあ、こういうことです。あらら。すごい色々。マルチプレイ用等が主なんですけど、別にシングルプレイでも、気分に応じて変えてもらえるようにはなってますんで、わあ悩ましい。わあ全然やっぱね色合いで印象違いますね。いやイメージ変わるから本当好みを見つける楽しさがありますね。結構いろんな小ネタが挟まってたりもするんで、それを探す。パーシバルだって今のアグロバルでしたもん。そうですね。分かりやすいやつもいます。これらが付属しますと。次は、情報というよりこれはお問い合わせが多かった内容についてお知らせです。Steam 版と PlayStation 版のクロスプレイについてですが、こちらクロスプレイできますかっていう質問を多くいただいており、いくつかの場で公表してきてはいるんですが、改めてお知らせさせてください。Steam 版と PlayStation 版のクロスプレイはできません。申し訳ありません。Steam 版は Steam 版同士、PlayStation 版は PlayStation 版同士でマルチプレイが可能になってますんで、その点ご了承いただけますと助かります。じゃあやっぱり基本的には同じプラットフォーム上で遊んでいただくマルチプレイっていう感じになるんですね。そうですね。ちなみにその PS4 と PS5 でのマルチプレイっていうのはどうなんですか？4と5はできます。そうなんですね。大丈夫です。よかったです。ありがとうございます。というわけでマルチプレイしたいお友達もね購入検討される場合は、事前にどちらか、プラットフォームをね選んで一緒に遊ぶっていうことをねご検討いただければと思います。はい、それではですね次の内容をお願いいたします。配信ガイドラインについてです。これ私もやっぱり配信でねグラブルリリンク遊びたいなと思っていたので、ちょっと気になっていたところなので、このあたりのご説明いただけたら嬉しいなと思っております。はい、リリンクの配信ガイドラインですが、基本的にはサイゲームスが設定してます。他タイトルのガイドラインと一緒の予定です。でライジングの方でもお伝えしてるんですが、よくツイッチで配信する際に BGM をオフにして権利関係に配慮してくださってる方もいるんですが、 BGM 流して OK です。ツイッチで。ただ今回アーリーアクセスがあるので、ストーリーのネタバレとかについては、発売日前とかであれば配信のタイトルとか、概要欄にですねネタバレ注意みたいな目立つような記載というかテロップですかね、していただいて、視聴者さんに配慮いただけると非常に助かります。ありがたいです。あと見る側の皆さんも、アーリーアクセス期間とかはリリンクの配信見る際はネタバレがあるかもと思いつつ、そうですね、自衛というか納得の上で見ていただければなとは思ってます。なるほど。じゃあ基本的にゲーム画面はもうすべてそのまま出しても大丈夫ということですね。あとはそのネタバレに配慮した上で皆様コメントをねつけていただいたりとか、そういう配慮だけいただければっていう感じですね。はい、ありがとうございます。これでねいつでも配信にしても大丈夫ということで安心しました。はい。それではですね次の内容お願いいたします。アップデートスケジュールについてです。はい、アップデートスケジュールについては、先月のグラブルフェスでもお伝えしているのですが、リリンクでは発売1ヶ月後からいくつかのコンテンツを配信していく予定です。これも結構ご質問いただく内容なんですが、グラブルと聞くとやっぱりストーリーとかキャラクターをどんどん追加していくゲームなんでしょみたいなイメージを抱かれる方が、多いみたいなんですが、リリンクはライブサービス型のゲームではありません、というのをちょっと言わせてください。リリンクパッケージ単体で完成しているものと思っていただきたいですし、アップデートの内容とかスケジュールも基本的にはリリンク本体をやり込んだ方向けの拡張コンテンツが追加されていきます。とはいえ発売後の例えばアップデート配信のタイミングで、リリンク初めてプレイされるって方も
やっぱりいらっしゃるかなとは思うんで、そこのフォローであったりとかっていうのもしていく予定にはなってます。なるほど、じゃあアップデートをきっかけに、これから遊んでみようかなっていう方ももしかしたらいるかもしれないですね。そうですね、やっぱ発売日に買ったけど忙しくアップデートを始までにやり込めてないっていう方でも安心できるみたいな形そうですね、やっぱりコンテンツが単純に多くなるんで、そこを魅力に感じてその時点で買っていただいた方が、なるべく早くそこにたどり着けるようにみたいなフォローはしていきたいなとは思っています。はい、そんなわけでアップデートの第1弾はこちらです。週末は間もなく成就する。この声は本当に出ます。パラダイスロスト。パラダイスロストだ。頑張ろう。戦うの？やられた。全滅しましたけど。クライシスです。あら。はい、そんなわけで、アップデート第1弾超高難度クエストルシファー戦が追加となります。いきなり。あら。さっきのエンドコンテンツと比べ物にならない火ダメ今受けてなんかやばそうでしたね。やばそうでしたね。いやもうこんな発売前からなんか手応えのありすぎる、パーさん見られるなんてね。超高難度クエストっていうことで、相当やり込まないと太刀打ちできないぐらいにはなってるんで、発売後からその配信までの間に、ゲーム楽しんでいただきつつちょっと準備していただけたらなとは思ってます。なるほど。でもこれをどういう状況でファーさんと戦うことになるのかすごい気になります。これゲスト参戦的にストーリーとはもちろん関係ないんですけど、トリプルゼロの死闘を再現したバトルを楽しめるっていう、コンセプトのバトルになってます。セールスポイントがあればちょっとカジの方からなんかお願いできますか？そうですね、原作のグランブルーファンタジーで出てきたルシファーの HL とかはRPG 的な高難易度っていうところだったと思うんですけど、今回リリンクの方ではアクションゲーム的に超絶高難易度というところで、原作を再現しつついい演出、かっこいい演出、取り込みつつ、アクションゲームとして本気で歯応えがあるコンテンツとして、仕上がったかなと思いますので、ぜひアクションゲームファンの皆様にも、ご期待ください。確実に、高難易度なので、凄まじく難しいです。そうですよね。パラロス食らってましたけれどもね、他の演出模様はものすごい演出がね。そうですね。いやでもファーさんに会いたいから頑張るよ。そっか。そうだって頑張らないと、そうファーさんに会えないだろうから。ぜひぜひ。これはやり込まないといけないことが確定しました。で次に、アップデート第2弾です。第2弾ではプレイヤブルキャラクターとして10天種のシエテとソーンが追加されます。こちらは4月頃の配信を予定しております。いや楽しみ。でももう発売されてね4月ってなったらもうすぐですもんね、結構。ファーさんと遊んでたら多分すぐかなと思います。その2ヶ月でファーさんと遊べるぐらいまで成長できるかな。本当ですよね。頑張っていかないと。いやでもこうイラストとかもねすごく素敵だし、現段階だとね彼女たちがどう動くのかわからないから、すごく楽しみ。本当になんか派手な演出が待ってるのかなって期待がいっぱいです。結構そのテストプレイで僕も最近触ってたんですけど、エフェクトがやっぱり他のキャラと確実に違った気合が入って今でも十分ね気合も他のキャラも十分すごいんですけど、やっぱり全キャラクター作り終わった後にさらに作り始めたところで、担当しているスタッフ全員のレベルが上がってる感じがすごい。ご期待ください。さすがは10点集っていう感じになるってことですね。かなり10点集感はあると思います。楽しみ。今ご紹介したアップデート内容なんですけども、スケジュールこのようになってます。3月上旬に
ルシファおうー、4月にシエテソンで5月にもう一つというのが、現在予定されておりますので、いずれもご期待ください。なんでしょうね。発売直後毎月5月まではアップデートが確定しているということで、すごく楽しみですね。はい。それでは次のお知らせお願いいたします。グランブルーファンタジーリリンクオリジナルサウンドトラックが3月13日に発売されます。わ現在好評予約受付中となっております。リリンクの楽曲がすべて収録されており、6枚組の大ボリュームなサントラになってます。成田さんの血と汗がにじんだ一品かなと、はい、そういうカラッカラになってないかな、大丈夫かな。ちなみにこれどのぐらいの曲数、総曲数というか。曲数は140くらいあります。うわそらカラッカラなるわ。本当ですね。曲名つけるのも結構大変でしたが、プレイした後にその聞いたり、ライナーノーツ見ていただけると、ゲーム音楽ならではの鑑賞に浸っていただけるんじゃないかなとは思います。いや、140超えすごいですね。なかなかない曲数。楽しみですね。本当ゲームタイトルつけるのも大変っておっしゃってたから、そのタイトルもやっぱり気になるところですよね。曲のタイトル、そう、ストーリーとかに沿ってのそのシーンに使われている楽曲は、このタイトルなるほどねっていう。なのでなるべくゲーム終わってから見てほしくはあります。なるほど。ここまでネタバレにはなってない気はしますけど。いやでも本当楽しみですね。はい。それでは次のお知らせはグランブルーファンタジー VS ライジングのようですけれども。はい、これはですね、先月発売されました、格闘アクショングランブルーファンタジー VS ライジングに井戸のロビーアバターが登場します。早速。こちらはリリンクを遊んでいただくと GBVSR 側で入手できるようになっています。すごい、そんなねバーサスとリリンクのコラボっていうのがあるんですね。はい。これはなんかそういうセーブデータで連動するとかそういうタイプですか？そうですね。リリンクのセーブデータが、保存されていればJBVSR 側で入手できるようになってます。ちなみにその新コードとか関係ないので、少しでもリリンク起動して遊んでいただければそれで OK です。いやまだ発売前なんで井戸がどんなキャラクターなのか PV 上でしか知らないんじゃないですか。そうですよね。なのでバーサスライジングの方でどういう風に喋ってくれるのかもちょっとまだね未知数なので、ちょっとこちらもねグラバタの方でも使えるということなので楽しみにしましょう。はい。それでは次のお知らせお願いします。はい、1月21日28日放送のグラブルテレビチャンネルではゲストにジータ役の金本久子さんをお招きします。28日の放送の方では、金本さんにリリンクのゲームプレイにも挑戦していただきます。ぜひご覧いただければと思います。はい。まさかねグランとジータがね揃う回ということで嬉しかったですね。嬉しかった。5コマもすごいね楽しみにしていただければと。確かにそういえばいただきたい。ならではという感じなので、ぜひ見ていただきたいです。はい、よろしくお願いいたします。福原さんありがとうございました。以上リリンクお知らせコーナーでした。ここまでお送りしてきましたグラブルショーケースリリンクパート2ですけれども、そろそろお別れのお時間となりました。それでは皆様に感想をいただきたいと思います。まずは小野さんお願いします。はい、改めてここまでご覧いただいた皆さんありがとうございました。海外のね皆さんが見ていただいていることで Thank you for watching もう個人的にもいよいよね発売間近そういうね形だったので、プレイも実際見せていただいて、気軽にプレイできる部分から超高難易度のね部分を見せていただいた上に、さらに先々の部分もね少し垣間見ることができて、すごく僕自身も期待が膨らんでおりますので、ぜひご期待いただければと思います。ありがとうございます。いかがでした？そうですね、でも本当に今回の番組通してその初心者の方もねもちろんプレイしやすい、タイトルだなっていうのも分かっていただけましたし、あとやっぱりエンドコンテンツ的なものだったりのやり込み要素とその手応えがすごくありそうだなっていうね、最後まさかのファーさんが登場していたり、もう原作ファンも嬉しいしグラブルのね原作知らない方も楽しめるゲームになっているんだなっていうのは改めて感じました。本当にリリンク私もね心待ちにしていましたし、皆さんもね同じくらい本当に待ちに待ったリリンク発売ということなので、ぜひぜひ発売を楽しみにして
ぜひ体験版とかも遊べる方はぜひ遊んで皆様にいいところをたくさん伝えていただきたいなと思っております。ありがとうございました。それでは梶さんお願いいたします。はい、本日は、ゲーム内容について細かく皆様にご説明できたかと思います。遊びやすさっていうところに、かなり、気を使って作りましたし、エンドコンテンツっていうところでボリュームっていうのもかなり用意されたゲームになっていると思います。時間をかけさせていただいた分皆様に、本当に満足していただけるボリュームっていうのが、あるゲームに仕上がったと思います。明日から、デモ版、配信されますので、そちらの方もプレイしていただいてぜひ、プレイして、いただければと思います。よろしくお願いします。梶さんありがとうございます。それでは最後に福原さんお願いいたします。はい、リリンクそうですね、初歩からすごい長いことお待たせしてしまい、すいませんでした。ようやく完成しまして発売日迎えることができそうです。開発その梶と日高と最初から3人で進めてまして、3人のこだわりすごい詰まってますし、あとサイゲームスとしてもそのコンシューマーゲーム開発するっていうところが初めての部分ではあったんですけど、自信を持ってこれだけのアクションゲーム作れますっていうところをお出しできる出来になったかなと思ってます。で、リリンクに限らずですね、今後のサイゲームスのコンシューマータイトルの出来も期待していただけるようなものに、リリンク自体がなってるかなと思いますんで、明日の、体験版触っていただいて、そうですね、面白いと思ったら、購入検討いただきたいですし、その後のタイトルとか、あとはグラブル10周年とかライジングとかその後のさらに出るタイトルとかも、全部楽しんでいただけたらと思ってますんで、はい、よろしくお願いします。はい、本日はありがとうございました。福原さんありがとうございました。改めましてグランブルーファンタジーリリンクは2月1日発売になります。さらにこの後0時から体験版が配信されますので、ぜひ皆さんプレイしてみてください。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。